さっきまで感じていた湿った熱気が消えた。ジャングルの中なのに肌に冷たさが走った。2026年3月、ブラジル、アマゾン流域の奥地で実際に起きた話だ。その場所には名前がある。ピンタドス、つまり壁画の民と呼ばれる部族がかつて暮らしていた禁断の区域。ガイドは最初から絶対に近づくなと言った。目を細めて声を落として、まるでその名前を口にすることさえ禁じられているように。なぜいけないのかと聞いた。ガイドは答えた。まだ生きているものがいるからと。人間の話ではないと夢だった。私は一人でその区域へ入った。許可も同行者もなかった。カメラだけを持ってジャングルの湿度が肌に絡みつき、足元の泥が音を立てて沈む。鳥の声がある地点からピタリと止まった。その瞬間、何かが変わった。3日間、私はその区域の中で撮影を続けた。映像には想定していなかったものが映っていた。人間の輪郭ではない何かが動いていた。枝の揺れ方が風と合っていなかった。影の角度が光源と一致していなかった。静止した映像の中でそれだけが動いていた。帰国後2ヶ月が経った頃、私の体に異変が起きた。皮膚の表面に模様が浮かんだ。線の細い幾何学的な文様。それはピンタドスの壁画に描かれた文様と全く同じ形をしていた。医師には説明がつかないと言われた。あの区域で何があったのか。ガイドが命がけで止めた理由が今ならわかる。この話の始まりは私のごく普通の日常から始まっていた。私は特別な人間ではない。カメラを片手に世界各地を旅して回る。どこにでもいる映像作家だ。美しい景色を撮り、珍しい文化を記録し、それを動画として届ける。それだけのごく平凡な仕事をしている。2026年の春、私はブラジルにいた。アマゾン川流域の小さな町に滞在しながら、現地の自然や暮らしを撮影する長期の取材旅行だった。その日の朝はいつもと変わらなかった。宿のハンモックで目を覚まし、インスタントコーヒーを飲んだ。外は湿度が高く、空気が肌にまつわりついた。ガイドのマルコスと合流し、その日の撮影ルートを確認した。深い森の中に古い岩壁画が残る場所があるという話を前日に聞いていた。撮影素材として最高だと思う。私はそう言った。マルコスは少し間を置いてから首を横に振った。あそこだけはダメだ。その一言が引っかかった。理由を聞いても彼はそれ以上話さなかった。目をそらし話題を変えようとした。私はその態度に逆に興味を持ってしまった。翌日、私は一人で動いた。マルコスには別の用事があると告げ、レンタルのボートを借りた。川を遡り、彼が地図で指さしていた方角へ向かった。2時間ほど進むと、密林の奥に獣道のような細い踏み跡が見えた。踏み込んだ瞬間、空気が変わった。音が消えた。鳥の声も、虫の鳴き声も、水の流れる音も、すべてが遮断されたように静まり返った。おかしい。そう感じながらも、カメラを回し続けた。奥へ進むほど、木々の密度が増した。光が届かなくなり、昼間なのに薄暗かった。30分ほど歩いたとき、巨大な岩壁が現れた。そこには、無数の壁画が描かれていた。幾何学的な文様、渦巻きと直線が組み合わさった精緻な模様だった。これがピンタドスの聖域だと直感した。マルコスが止めた理由がこの場所にある。私はそう確信しながらカメラをゆっくりと壁画へ向けた。次の瞬間、視界の端で何かが動いた。それはただの影ではなかった。
壁画の前で、私は動けなかった。カメラを向けたまま、呼吸が止まった。視界の端で動いたもの、それが何だったのか、確認する勇気が出なかった。ゆっくりと、右へ目を向けた。何もいない。木立の影が揺れているだけだった。風のせいだ、と思った。深呼吸して、壁が意識を戻した。しかし、その瞬間だった。空気が変わった。さっきまで感じていた湿った熱気が消えた。ジャングルの中なのに肌に冷たさが走った。体感で3度か4度は下がった気がした。理由がわからなかった。次に気づいたのは匂いだった。土と緑の匂いの中に何か別のものが混じっていた。焦げたような、金属のような、鉄錆に似た匂い。血の匂いとも違う。だが、自然の中にあるべきものではなかった。私は鼻を覆った。気のせいかもしれない、と思った。高温多湿の環境では、感覚がおかしくなることがある。マルコスも言っていた。ジャングルは人間の神経を狂わせる。と、だから、無視した。撮影を続けた。壁画の幾何学的な文様をカメラで追いながら、構図を整えた。渦巻きの中心に、小さな人型のようなものが描かれているのに気づいた。それは繰り返されていた。何十回も、同じ形で、その時だった。音が、した。葉の擦れる音ではない。枝が折れる音でもない。低い、連続した音、喉から出るような、規則的な振動。動物の鳴き声とも違った。私はカメラを止めなかった。録音されているはずだと思った。後で確認すればいい、と自分に言い聞かせた。冷静を保とうとした。音は10秒ほど続いた。そして止まった。静寂が戻った。あまりにも急に静かになった。鳥の声も虫の音も何もかもが消えた。その静寂は不自然なほど完全だった。私の後頭部が泡立った。何かがいる。そういう確信が理屈抜きで湧き上がった。見えない。でも確かにいる。そしてこちらを見ている。カメラを持つ手がかすかに震えた。あの影を私は確かに見た。2度目だった。今度ははっきりと見た。茂みの奥に何かが立っていた。輪郭があった。木ではない。岩でもない。人の形に近かった。でも人間ではなかった。高さがおかしかった。木の幹より明らかに上までその輪郭は伸びていた。腕のような部分が体の横にぶら下がっていた。動いていない。ただそこに立っていた。私は息を止めた。カメラを向けた。手が震えていた。ファインダーの中にそれは映っていた。確かに映っていた。シャッターを切る指が言うことを聞かなかった。体が固まっていた。逃げなければと思った。でも足が動かなかった。膝に力が入らなかった。視線だけがその輪郭に釘付けになっていた。3秒、5秒、10秒。それは動かなかった。私も動けなかった。沈黙が空気を押しつぶしていた。風も止んでいた。葉の擦れる音さえ消えていた。ジャングルが息を飲んでいるようだった。その時だった。輪郭がゆっくりと傾いた。木が倒れるような動きではなかった。生き物が頭をこちらに向けるような、そういう動きだった。私の喉から音が出なかった。叫ぼうとした。声が出なかった。肺に空気が入ってこなかった。体中の感覚がその一点に集中していた。見られている。その確信が骨の髄まで染み渡った。次の瞬間、それは消えた。忽然と消えた。茂みが揺れた形跡も、枝が折れた音も何もなかった。ただ、あった輪郭がなくなっていた。
私はその場に崩れ落ちた。膝が地面についた。土の感触が現実に引き戻してくれた。息がようやく戻ってきた。荒い息だった。手のひらが泥の上で震えていた。カメラはまだ回っていた。後で確認した映像には確かに映っていた。あの輪郭が。でもガイドの言葉が頭の中で繰り返されていた。見てしまったら向こうもあなたを見る。出会ってしまった。次に何が起きるのか私にはまだ分かっていなかった。出会ってしまった。その言葉が頭の中でぐるぐると回り続けていた。膝を地面についたまま私は動けなかった。泥の冷たさが足の感覚を少しずつ奪っていった。夕暮れの光が木々の隙間から斜めに差し込んでいた。静かだった。あまりにも静かすぎた。鳥の声が消えていた。虫の音も聞こえなかった。森全体が息を止めているような、そんな沈黙だった。カメラを拾い上げた。手が震えていた。画面を確認する勇気がすぐには出なかった。録画ランプだけが赤く点滅していた。まだ回っていた。深呼吸を3回した。画面に目を向けた。映っていた。木々の奥、影が重なるあの場所に人の形をしたものが、しかし人ではなかった。輪郭がぼやけていた。輪郭だけがあった。中身がなかった。私はその画面を止められなかった。見ていた。見てしまっていた。その時だった。聞こえた声が低く、かすれた声が耳のすぐ近くで響いた。私の名前を呼んだ。日本語ではっきりと。体が固まった。息が止まった。心臓の音だけが頭の中で大きくなり続けた。振り返ることができなかった。ガイドの言葉がまた蘇った。見てしまったら向こうもあなたを見る。見られていた。それだけではなかった。名前を知られていた。いつからだろうか。ここに入った初日からだろうか。それとももっと前からずっと知られていたのだろうか。体を動かすことに全ての意識を集中させた。一歩、また一歩、テントに向かって歩いた。走れなかった。走ったら追いかけてくる。そんな確信があった。テントに戻り、ファスナーを閉めた。外の沈黙は続いていた。その夜、私は眠れなかった。ランタンを消せなかった。朝になっても、あの声が耳の奥に残っていた。低く、かすれた。あの声が、これは、まだ、始まりに過ぎなかった。森から戻った後、日常の中でも、それは続いた。森を出た。それで、終わりだと、思っていた。日本に戻れば、日常が戻る。あの暗闇も、あの声も、アマゾンの深部に、置いてきた。そう、信じていた。帰国して、最初の夜、自室のベッドに横になった。天井を見上げた。静かだった。窓の外には、街の灯が見えた。安心したはずだった。目を閉じた瞬間、あの低い声が耳の奥で響いた。飛び起きた。部屋を確認した。誰もいない。窓は閉まっている。ドアも鍵がかかっている。夢だ。疲れているだけだ。自分にそう言い聞かせた。3日後、洗面台の鏡を見たとき、気づいた。首の後ろに細い線が走っていた。最初は虫刺されだと思った。かいても痛みはない。熱もない。ただ、そこに線がある。それが増えていった。1週間後には左の手首にも、2週間後には鎖骨の下にも線ではなく文様のような何かが皮膚の表面に浮き上がるように
現れていた。皮膚科に行った。医者は首を傾けた。虫刺されでもアレルギーでもないと言った。見たことがない模様だと小声でつぶやいた。その言葉が怖かった。1ヶ月が過ぎた頃、異変は別の形でも現れ始めた。夜中の3時に必ず目が覚める。理由はない。アラームも音もない。ただ目が開く。そして部屋の隅を見てしまう。誰もいない。いつも誰もいない。それなのに視線を感じる。温度ではない。気配でもない。もっと根源的な何かがそこにいる。そう、皮膚が告げている。撮影した映像を見返した日があった。Amazon の3日間を記録したデータを初めて最後まで通してみた。そこに映っていた森の奥、暗闇の境界線上に人の形をした何かが立っていた。私がテントに向かって歩いていた。あの夜、カメラは回り続けていた。私の背後をずっとついてきていた。それはアマゾンにはもういない表式がそれを証明している。あれは森に置いてきていない私と一緒に帰ってきていた。次回、この表式の正体が明らかになる。表式の正体、それを知った日のことを今でも忘れられない。帰国から2ヶ月が経っていた。ウアンの内側に最初の跡が現れたのはアマゾンを出て3日後のことだった。最初は虫刺されだと思っていた。しかし、それは消えなかった。日が経つごとに形が変わっていった。まるで何かを描こうとするように、皮膚の下から浮かび上がるように医師に見せた。原因不明と言われた。感染症でもない、アレルギーでもない、炎症反応すら出ていない、痛みも痒みもない。ただそこにあった形は徐々に輪郭を持ち始めた。ある夜、映像を見返していた。3日間、Amazon で記録し続けたあの映像を。その中に岩壁の壁画が映っていた。ピンタドスの痕跡、禁止区域に残されていた古い記号群。私は画面を止めた。息ができなかった。腕に浮かぶその形が壁画の中の一つと完全に一致していた。偶然ではない。形だけでなく位置まで対応していた。壁画の中の記号は体の特定の部位に描かれた人物像に刻まれていた。ウアンの内側に私の表式と同じ場所に調べた。ピンタドスの文化を研究する人類学者に連絡を取った。2026年の現在、彼らの記録はほとんどが非公開とされている。それでも一人の研究者が答えてくれた。その記号は選別の印だと選ばれたものにつけられる。森が認めたものに。そして彼女はこう続けた。あなたは何かに見られていた。ずっと最初から。ガイドが止めた理由がようやくわかった。あの森にはまだ何かがいる。人の形をした何かが。それは侵入者をただ追い払うのではない。気に入ったものを選ぶ、刻む、連れ帰る。私が特別だったわけではない。ただあの夜、私は一人だった。カメラを持っていた。そして恐れながらも奥へ進んでいった。それで十分だったらしい。表式は今も腕にある。消えることなくここに次、最後の対面が
始まる。3日目の夜、森が静まり返った。虫の声が消えた。風も止まった。それはいつもその前触れだった。テントの外で何かが動いている。足音ではない。引きずるような重さのある音。地面そのものが呼吸しているような感覚。カメラを手に取った。震える指で録画ボタンを押した。レンズを入り口に向けた。暗闇の中に輪郭が見えた。人の形をしている。ただ、比率がおかしい。腕が長すぎる。頭が重そうに傾いている。首が不自然な角度で曲がっている。声を出せなかった。息も止まった。それはゆっくりとこちらを向いた。顔に目がある場所に何もない。塗られた模様だけが暗闇の中で光っていた。壁画と同じ模様だった。遺跡の石に刻まれていた。あの形、生きている。動いている。私を見ている。逃げなければ、と思った。足が動かなかった。体が石のように固まっていた。それがゆっくりと近づいてきた。一歩、また一歩。音はしない。ただ、距離が縮まっていく。手を伸ばしてきた。長い指がカメラのレンズに触れた。その瞬間、映像が切れた。次に気づいた時、朝だった。テントの外、地面に倒れていた。カメラは手の中にあった。電池は空だった。腕に痛みがあった。見ると、皮膚の上に線が刻まれていた。壁画のあの模様と同じ形。血は出ていなかった。傷でもなかった。まるで最初からそこにあったかのような色をしていた。その日、私は森を出た。ガイドに会った。私の腕を見た瞬間、彼は目をそらした。何も聞かなかった。ただ、一言だけ言った。選ばれたものは必ず帰ってくる。だが、一人では帰っていない。私は今もその意味を考えている。腕の表式は帰国から2ヶ月が経った今も消えていない。色が濃くなっている気がする。鏡の中の自分が少しだけ違って見える日がある。それが私の気のせいなのか、それともあの夜連れ帰られたのは私だけではなかったのか。次回この話のその後を話す。あの夜から2ヶ月が経った。私は今日本にいる。普通の部屋で普通の朝を迎えている。けれど何かが違う。腕の表式は消えていない。むしろ日ごとに色が濃くなっている。皮膚の下から染み出てくるように。医師に見せた。文様のような色素沈着ですね、と言われた。原因は不明だった。触れると熱を持っている。夜だけ特に変わったことはそれだけではない。眠りの中で見るものがある。木々の間に光がある。人の形をした何かがいる。顔は見えない。ただこちらを見ている。毎晩同じ夢だ。夢の中の私は逃げない。ただ立って見返している。目が覚めると汗をかいている。恐怖ではないと思う。これは懐かしさに近い感覚だ。それが余計に怖い。あの森でガイドが言っていた言葉を思い出す。あそこに足を踏み入れた者は必ず何かを連れて帰る。笑い飛ばせた言葉が今は笑えない。撮影した映像をもう一度見返した。3日間分の記録を一人で確認した。気づいたことがある。
3日目の夜、私が眠っていた時間帯の映像に、人影がある。私ではない。テントの外、数メートルのところに、立っている。ピントは合っていない。輪郭だけが、そこにある。その輪郭が、静かに、こちらを向いた瞬間がある。カメラは、ずっと、回っていた。誰かが、見ていた。あの禁止区域には、今も、何かが生きている。それは、私を、ただ通しただけではなかった。何かを、渡してきた。あるいは、何かを、連れてきた。私には、まだ、わからない。ただ一つ、確かなことがある。あの森は、私を、覚えている。腕の表式が、その証だ。これが終わりではない。と感じている。むしろ、何かが、始まろうとしている。次の話で、この旅の、すべてを、話す。選ばれた理由、表式の意味、そして、あの影の正体を、エピローグで、最後の答えに、向き合う。あれから、2ヶ月が経った。腕の表式は、まだそこにある。色が薄れることも、形が崩れることも、ない。ただ、静かに、息をしているように、見える。医者には見せた。検査結果は、異常なし。皮膚疾患でも、アレルギーでも、ない。では、これは何なのか、誰も、答えられなかった。夜中に目が覚めることがある。理由はわからない。ただ、目が開く。そして、あの森の匂いが、鼻の奥に残っている。湿った土の匂い。葉が腐る匂い。何かが、動く気配。夢ではない。確かに、感じる。あの3日間に撮影した映像を、もう一度見返した。映像の端に、ある瞬間が記録されていた。人ではない。何かが、フレームをよぎっている。1コマだけ。しかし、確かに、そこにいる。壁画の部族、ピンタードス。彼らがあの場所を守り続けた理由が、今なら少しわかる気がする。あれは、封印だったのかもしれない。立ち入ってはならない理由は、危険だからではなかった。触れてしまうと、向こうも、こちらを認識するからだ。私は、認識された。選ばれたのか、それとも、ただ、目をつけられたのか。ガイドは最後にこう言っていた。戻ってきたことが、すでに答えだ。と、その言葉の意味が、今も頭から離れない。旅は終わったはずだった。荷物を解き、日常に戻り、普通に生きているはずだった。でも、あの森は私を手放していない。表式がその証明だ。今夜も、腕が、少しだけ、熱を持っている。これで終わりにしたい、と思う。でも、終われない気がしている。何かが、まだ、続いている。あなたも、この話を最後まで聞いた。だとすれば、あなたも今、少しだけ、あの森とつながっている。気をつけて、夜中に目が覚めても、窓の外を見てはいけない。